こんにちは。こんにちは。上馬店の谷です。クックペイントワークスの今野です。今日はバイクチェック、お客様のバイクのご紹介をします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日紹介するのは、インディペンデントファブリケーション、IF って呼んでます？ IF ですね。IF のクラウンジュエル。これはロードですか？ロードバイク。ですね。最近太いタイヤのロードバイクとかがお店でも多いじゃないですか。そうですね。これは結構ピュアなロードバイク。一番速いのかな。僕らのお店の中でも、速いとかスポーティーなバイクっていうと、これが代表的な感じになるんですかね。タイヤが割と細めで舗装路ですかね。そうだね。で今回は、この、IF のクラウンジュエルロードバイクはカスタムペイントがすごくキーになったかっこいい組み方をしてくれたお客様のバイクなので、ペインターのこんちゃんに来てもらいました。なんでペイントのことはこんちゃんに説明してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。インディペンデントファブリケーションはニューハンプシャーだっけ？そうですね。ニューハンプシャー、ニューマーケット、アメリカのハンドメイドバイクで、ハンドメイドバイクの特徴としては、SML とか刻みのサイズのものじゃなくて、体を採寸して、手とか足とかって感じですかね。その人のためにバイクを作ってくれるメーカーさん。なるほど。本当の世界の1本のフレームを作ってくれる、もう図面から起こしてくれるですね。こんちゃんも乗ってるでしょ？僕そうですね、去年グラベルロイヤル、このロードバイクのいわゆるタイヤが太いやつをオーダーして自分で塗って、去年末ぐらいに食いましたね。谷さんも多分同じ？そう、僕も、車種は違いますが2人ともインディペンデントファブリケーションに乗ってます。調子いいですか？めちゃくちゃ調子です早いです本当に。じゃあこの方のバイクの話に戻ります。オーダーの根っこは、他にも何台かバイクをお持ちの方だったんですけど、持ってる中で一番速いやつ、オンロードで一番速いやつが欲しいとのことだったんですね。ロードバイクが一番速い。そうですね。で、そう、ここでもう出てきちゃうな。もっとその話しちゃおうか。そうですね。このバイクちょっとスペシャルで、ちょっと戻ると、フレームの色は白で、向こうの IF のペインターが塗った色で、この純正カラー、ここから IF が塗ってくれるペイントになるんですけど、これのホワイトっていう純正色をフレームに塗って、フォークがエンビーフォークになるんですけど、エンビーフォークとあとステムもエンビーになるんですけど、それはそのまま塗らずに持ってきてもらって、それをクックでペイントっていう感じになります。で、一応僕塗ってなくて、僕の師匠の料理長がお任せペイントのカスタムペイントっていう感じで塗ってもらったっていう感じですね。なんでパッと見本当に単色のフレームフォークステムになるんですけど、左側ですね、ノンドライブサイド側のブレードに柄が入るような模様が入ったような感じで、お客さんの要望としてはお任せペイントで、もう本当にペインターお任せでかっこよくカスタムペイントしてほしいっていう感じだったんですけど、やっぱカスタムペイントってなると、やっぱなんていうんですか、コテコテの感じになりがちなんですけど、そこまでコテコテの感じにせず、シンプルというか落ち着いた感じで、けどなんかこだわりがあるペイントにしてほしいって感じなんで、右側半分は本当にパッと見単色で、ギアがついてる方から見ると、ギア白一色の白一色なんですけど、反対側ですねに関しては模様が入ったりっていう感じで、この金色がゴールドリーフ、金箔を貼って、模様をつけた感じになります。なので単純なメタリックなゴールドとかではなくて、本当の金。僕ちょっとゴールドリーフの意味があんま分かってないんですけど、どういう工程でこれは金色にするんですか？金箔です。もう紙みたいな金の箔があって、それを貼り付けて、糊で貼り付けて、でそれをの後に模様をつけるような感じですね。なんで大喜利的なペイントというか。そうですね。IF はビルダーさんとペインターさんも、ペイント専門のスタッフが職人がいて、一つ屋根の下で
フレームも溶接して作るし、うんうんペイントもはいするし、図面引く人がいたり、各担当セクションに担当がいてバイクを作ってくれるメーカーなんですけど、そうですねなのでフレーム本体は IF のお手製で、生の生地のままできたフォークとステムを日本で白く向こうが塗った IF が塗ったフレームに合わせてかっこよくしてくれよっていういわばお題が出たんですよね。そうですね。そうですね。でオーナーさんは昔、オートバイの方のバイク乗りでああ、なるほど。バイクが好きでこんちゃんの師匠のペインターの料理長もバイクが好きそうだから、ですね。なんかバイクでよく俺バイクがそう好きだからですね。なんかアメリカのバイクとかでよく使うようなカスタムペイントで、タンクの塗装とかタンク、そうですね。そうだよね。それを自転車っぽくというか、喜んでくれてよかったね。いや本当にこういうなんかシンプルだけどなんかカスタムしてるっていうのがいいですね。僕もいいなっていうか、落ち着いててかっこいいなっていう感じがしますね。これ金と黒はこれ塗装なの？黒は塗装ですね。塗装でフェードが昔そうですね昔は。で枠作ってっていう感じだと思います。かっこいい。でそうですね。ステムステムもも反対側だけですね。ドライブ側と逆側にラインが入った金箔って感じですね。見えない方にだけペイントが入ってさりげないカスタムペイント。かっこいい。しつこくならない感じがなんか大人っぽくてかっこいいなっていう感じがしますね。じゃあパーツとかディテールとか細かなところを見ていきます。これバーテープがどこのか分かる？これは謎でしょう。フィジークじゃないですか？いや実はねフィジークより全然安い本当ですか1400円ぐらいのそんな安いんですか？もう普段はあんまりブルーラグにも置いてないようなおい。やつ、なんかこの世界に1台のフレームでステムもフォークもエンビーでカスタムペイントで高価なバイクなんだけどちょっとなんか力んでない感じというか、なるほど。これもオーナーさんのセンスというかご要望でどこのかわかんないこう無地っぽいやつ探してなるほど。こういうなんだろう、パーツ決めていくやり取りが楽しかったですね。全部がその行き過ぎない感じですねブリブリにし。ないっていう。ヘッドバッジの話もした方がいいね。あ、そうですね。これもこだわりがある。こんちゃんの IF はヘッドバッジはこれと同じやつ。こそうですね。れアップジャージなんだよね。そうですね。本当あったらデカールもうん選べるってことですよね。アップチャージなしだと、普通にシールっつったらあれだね、塗装の下にちゃんと綺麗に収まってるそうですねデカールで立体的じゃないロゴが入るんですけど、プラスいくらぐらいだったかな、2万円ぐらいなのかな、ちょっと値段あれだけど、アップチャージでシルバーのヘッドバッジ、はい。これ本当のシルバーらしいよ。シルバーアクセと同あ、じそうなんですね。一個一92個のシルバー、作ってるってことですよね。型に流し込んであシルバーアクセと一緒で磨いたらまた光るっていう。あ、なるほど。これはやっぱこれはかっこいいからぜひなんかそうね欲しいなってところもありますよね。これオプション外すおしゃれさってあるじゃん。まあそれもあります。それもあります。でもそれに負けて大体みんな頼むよね。俺もそうですね。まあデカールもデカールですごくかっこいいいいんですけど、まあどっちがダメとかはないですけど、これヘッドバッジももしもオーダーされる方はこれつけるかつけないか迷うの楽しい。そうですね。チタンポストですか。これチタントムか。そうだね、チタンの一見シルバーのトムソンと思いきやチタンのシートポスト、ソン。かっこいい。かっこいい奮発してでこのヤグラとツートンカラーにするのがこのフレームともマッチしてて、ああ、なるほど。この辺もオーナーさんの美意識に高さって感じですかね。今回、ハブ前後のハブセットはクリス・キングにしました。はい。今野さんも IF はクリス・キングで組んだ。やっ僕はフィルですフィルね。フィルのディスクハブですね。ぱアメリカ製のいいフレームってなるとアメリカ製のいいパーツっていうのを合わせたくなる気持ちはめちゃめちゃわかります。僕個人の好みだけどはい。ロードバイク、ロードハブ、はい。軽くて速いバイクはなんかキング使いたくなる気持ちがそうですね。キング R45 ね似合いますね。確かに。軽くてね、でちょっと頑丈にしたいとかたくましくしたいようなバイクだとフィルつけたいななんてことないんですよ。なんかフィルがそうですね。タフなイメージはありますよね。なんか。そうですね。で IF のバイクは、はい左側、ノンドライブサイドチェーンがかかってない側のチェーンステーにモデル名が入ります、はい。クラウンジュエルロードバイクでシートチューブの根元 BB 付近にこのニューマーケットニューハンプシャー USA っていうのが入ります。これ昔の IF はまだお引っ越しする前の別の場所だった時があってその時はそのロゴが入るんですよね。その時はあれですか。ボストン。ボストン今オーダーするとこのロゴが入ります。 IF はオーダーするときに体も
測るけど、はい今乗ってるバイクも事細かに測る。なるほど。なのでオーダーのコツというか、はいよりいいオーダーにするための裏技というか、はいやり方としてドロップハンドルのバイクが欲しい場合、オーダーしたい場合は、はい今乗ってるドロップハンドルのポジションが自分が出てるなと感じるバイクを採寸するとより精度が高まるらしい。自分の体と今乗ってる自転車そうそうその採寸ですね。例えばこんちゃんの場合だと IF オーダーするときに測ったのはドロップの僕はそうですね、トミーのロードを持ってたんで、トミーのロードを測ってって感じですね。なのでそうすると次のバイクもドロップにしたい場合はより精度の出た今が快適と感じるバイクよりもさらに快適を目指して IF が作ってくれるので、そうですね、例えばこんちゃんリベンデルのアトランティスも乗ってるじゃん。そうですね。アトランティスを測ってロードバイクを注文しようとしちゃうと、アトランティスってハンドルがね、そうですね手前に戻ってきてるような、変わった感じになっちゃうので、そうするともしかしたら、IF はもちろん体に合うバイク目指して作ってくれるけど、フィットは多分ドロップのバイクを測ってドロップのバイク作る方が出るってことですね。そうですね、乗り方が同じような自転車がありますね。なのでまっさらで本当のファーストバイクじゃない方がいいのかもしれない。そうですね、そうですね。長年例えばクロスチェックをドロップバーで乗ってて、よし一世一代のハンドメイドバイク、今乗ってるのよりいいのが欲しいってなった時にそのクロスチェックを採寸するとその初号機を超える2号機が作れるそうですね。のかなって感じがします。オーナーさんとパーツの品質とか性能とかの以外にやっぱ見た目もかっこよくしたいから、はい、こだわったのはヘッドセットとハブをシルバー、ああそうですね、いいですね。これ黒にしちゃいがちなところではあったんですけど、はい、なんか木をてらって目が引っかかるところフックが欲しいなって話になって、でこのスポークブラックだけどハブシルバー、あ、なるほど。シートクランプブラックだけどヘッドスペーサーブラックだけどヘッドセットシルバーにして、ちょっと違和感というか白のフレームにただ真っ黒系のパーツがついているバイクにはしなかったっていう。言われてみればそうですね。なんか僕一緒にしちゃいがちになりそうな感じがします。その方が気持ちいいしね、パパって決まるんだけど、ああそうですね。ここは結構時間をかけてああでもないこうでもないとあ、なるほど。話したところですかね。シルバーブラックでシンプルだけど、ちょっと違和感あれですね、変えてるってことですね。最後に IF、ハンドメイドバイクどんな人におすすめをしたいかってところありますか？例えばこの前あったケースだと、はい、この方じゃないけど女性で小柄な方で、はい、既製品だとぴったりくるサイズがなくて、なるほど。で IF だったら体を測って合うサイズを絶対作ってくれるので、はい、その人は今まで大きいフレーム乗ってて大変だったけど、はい、その人のフレームまだできたいんだけど今度来るフレームはおそらくぴったりであろう、ね、そういう頼み方もいいよね。単純に軽くて速いから今乗ってるバイクよりもレベルアップしたいっていうのもいいよね。そうですね。やっぱりパイプとかこだわってますし、全然乗り心地も変わってくるのでネクストバイクというか。そうだね。自分史上最強のやつを欲しいって方はぜひ IF も候補に入れてほしい。はい、そんな欲しいです。でもしもペイントこだわりたい人は今野さんにご相談できるだけ頑張りますので、はい、って感じですかね。はい。じゃあ今日は普段とはちょっと毛色の違う本当に世界に1本のアメリカンハンドメイドバイクのご紹介でした。以上、さよなら。バイバイ。